空が青いなあ。はい、それではですね、今日はですね、こちら、ダイハツのアトレのですね、リアゲートがですね、こんな感じで、手離すと、まあダンパーが全然効いてないような状況なので、はい、ダンパーをね新しく、Amazon で買いましたんで、これを交換していきたいと思います。はい、まずね、つっかえ棒して、ハッチが下りないようにしてですね、まず上、こちらのね、ボルトを緩めていきます。はい、ということでね、今日は、いつも一緒にやってる、リサイクルショップをやってるおっちゃんですね。おっちゃんの車のね、リアダンパーが、効かないと、何かね、開けた時に荷物を運ぼうとしても、バタンと、落ちちゃうということでですね、今まで木のつっかえ棒をねしながらやってたということだったもんですから、いやー危険ですよね。やっぱねバタンって急に閉じますからね。暑いから GoPro が言うこと聞きません。ということで今回は、ダンパーをね交換していきます。まあ初の便利屋の仕事と、まあ初でもないんですけどね、はい、便利屋の仕事ということで、ダンパーを交換していきます。あ、これ逆か。逆だな。逆です。左右が逆でした。はい、ということでね、リアダンパーね頼んだんですけれども、右と左、方向があるようでございまして、とりあえず手に取ったものをね、左側つけましたけれども、どうやら逆につけちゃったらしくて、はい、一回、取ってですね、もう一度つけ直しております。はい、ということでね、今上から下からね、つけてますけれども、結果ですね、下からつけずに上つけてから、下つけた方が楽でございます。はい、ダンパーがね、伸びきった状態で、つけますんで、多少ですねちょっとキツキツなんですよ。はい、キツキツなので下を固定しちゃうと、L 型の金具がですね、止めづらいということで、まず上を固定してから、誰かね人に、リアダンパーをリアゲートをちょっと上げ気味で持ってもらって、調整する方が楽でございます。はい、ということでね、こんなものも初めて、やりますけれども、まあまあ、これですね、おっちゃんに出てきてもらってリアゲートをですねちょっと上に上げ気味で、はい、ちょっと上げてもらってます。はい、そうするとね入ります。でこの下の部分もですね、ちょっとネジで、締め込んであげてから、取り付けたらですね、多少そこで遊びがありまして、調整できるようになってますんで、はい、結構いっぱいいっぱいで取り付けるような形になりますんでね、はい、取り付ける際は、多少調整が効くということを覚えておいてください。はい、ということでね、もう一度やり直しでございます。上からねつけた方が楽ということが分かりましたんで、上からつけていきます。
はい、上からねつけたらね、下も、今度は1人でね、取り付けられました。はい、ということでね、ダンパーが来たということで、片付けてですね、はい、終わりとなります。はい、これで交換終了。上先つけた方がいいですね。上を決めてから下つけた方が楽です。上がね、ここがね合わなくなっちゃうんで、ネジがね、はい、上先つけてからつけた方がいいです。ということで、はい、使い棒なしでちゃんとダンパー効いてます。以上になります。はい、ということで、無事ダンパー交換終わりました。はい、ということでね、ダンパー多分ね、片方壊れるとズドンと落ちちゃうような気がします。だから2本同時に交換しないとダメ。それと左右があるらしいんで、左右を、間違えないようにしてください。それと、上からつけた方がいいですね。はい、上からつけた方が楽でございます。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで、簡単ですけれども今日は以上となります。ありがとうございました。人月